私が自宅でアロマセラピーサロンをスタートしたのは12年前。と言っても、初めは仕事にするつもりはなく、当時6歳だった長男のアトピーがきっかけでした。何か少しでも回復の助けになるものがないかといろんな情報を調べていたとき、ふとアロマセラピーの文字を目にし、いいかもしれないと感じた私は、本格的なセラピストを目指すコースを学び始めたんです。そこからいろいろな流れを経て、気がついたら自宅でサロンをオープンしていたのですが、私の第一の目的はブレることなく、長男はじめ家族を健康で笑顔にすること、そして必要な人にその学びや経験をシェアしたいというだけでした。その思いを一番よく知っている主人は、自宅をサロンとして開放することにも賛成してくれ、一番の理解者であり、応援者でありました。そこから長男のサポートには、食やメンタルケアも必要と思い、ローフードや薬膳、ヒプノセラピーやカラーセラピーなど、いろんなことを学び始めます。学んだことはどんどん実生活に活かし、その度に家族にもいい変化が見られるので、私が学ぶことに関しても、いつも気持ちよく応援してくれていたんです。それが、サロンをスタートしてから9年目のある日、突然、主人から仕事を辞めてくれと言われることになったのです。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、お掃除瞑想で不安 0% になる本という本をご紹介したいと思います。まず、皆さんにお伝えしておきますが、この本、かなり面白い視点の本です。タイトルにお掃除があるので、例えば、リビングはこう掃除すると運気が上がるとか、クローゼットはこう整理すべしといった本かと思われるかもしれませんが、いわゆるお掃除術といったような具体的なノウハウを扱ったものではありません。本書は、掃除を通して身の回りの小さなものに意識を向けることで、自分の中の本当の自分を知ることができ、素敵な出来事を引き寄せるというんです。著者は青山まりさん。彼女は結婚してすぐ2人の息子に恵まれ、6年間の専業主婦を経て、自宅でアロマサロンをスタートさせますが、家庭も仕事も充実しているように見えていた9年目の秋、理想の夫婦と言われていたパートナーに、仕事を辞めて掃除しないと離婚だと言われ、人生の岐路に立たされてしまうんです。彼女が自分を取り戻すために行ったのが、まさにこのお掃除だったんです。お掃除によって視野を広げ、思い込みを手放し、暮らしをシステム化することで、本当の私に出会えるというんです。本動画では、とにかく面白くて興味深い発想の本書の雰囲気をできるだけお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。お気づきのように、まだ風が感知しておりません。お聞き苦しいところがあれば、温かい目と耳で保管してご覧くださいませ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。掃除をしないと離婚？サロンをスタートしてから9年目のある日、突然主人に仕事を辞めてくれと言われることになった彼女。その後、どのような物語が展開していったのか見てみることにしましょう。どうして？家がめちゃくちゃじゃないか。一体何をしてるの？掃除をしてよ。その当時は次男の中学受験や自宅サロンで毎日大忙しでしたが、お客様に自宅に来ていただくわけですから、最低限の掃除はしているつもりでした。とにかく綺麗好きの主人ですし、機嫌を直してもらうためにいつもより念入りに掃除を始めました。でも2週間経っても3週間経っても主人の機嫌は一向に治りません。それどころか、いつになったら仕事を辞めるんだ？掃除をしろとエスカレートしていきます。やっていなくて言われるなら納得もいきますが、やっているのに言われたらこれ以上どうしていいのかわかりません。あなたの思うレベルには達してないかもしれないけど、私は私なりに毎日やってる。それに仕事は辞められない。これを辞めたら私の居場所がなくなる。私が私でいられなくなる。仕事を辞めて私はどうしたらいいの？と聞くと一言。掃除してたらいいと。それを聞いた瞬間、自分の足元の地面がなくなってしまうような感覚になりました。仕事を辞めてしまったら私が私らしく生きていくことはできない。
家の中で掃除だけしながら生きていくなんて虚しさしかない。私が感じていたのは恐怖と絶望でした。どうしてやめなきゃいけないのと聞くと、一体君はどこに行っているのと逆に質問が返ってきました。どこにも行っていないよ。ここにいるじゃない。毎日のお弁当もご飯も作ってる。洗濯も掃除も子供たちのお世話もちゃんとやってる。何を言ってるの？体はここにいるけど、心はここにない。抜け殻が目の前にいるだけだよ。その主人の言葉の意味がその時の私には全くわからず、言葉を失い、どうしていいのか途方に暮れるばかりでした。数日後、そんな絶望の中にいる私に、仕事も辞めないし、家のこともできないなら、もう離婚しかない、と、さらに追い打ちをかける一言が降ってきました。そこまで言われるくらいなら離婚してやる、という人もいるでしょう。でもそれを聞いた瞬間、とっさに出てきたのは、離婚は嫌、それだけは絶対ダメ、でした。もちろん、離婚という選択肢もありましたが、理屈抜きにその瞬間出てきたのが、離婚だけは絶対ダメ、でした。でも、今思うとそれは、まさに内なる自分の声、魂の叫びだったのです。視点を変えると新たな選択が見えてくる。ともかく離婚という言葉を聞いた瞬間、私の中でスイッチが入った感じがしました。私は私なりに掃除しているし、間違ってないって思っていた。でも、どっちが正しいとか間違っているって話じゃなくて、掃除しているのにできていないと言われるなら、もしかしてやり方が間違ってるんじゃないの？そもそも掃除って一体何なのよ。そう思った私は、早速インターネットで掃除について調べ始めました。すると出てきたのは、掃除とは、吐いたり拭いたりすることによって、ゴミや汚れを取り除くこと。毎日掃除機かけたり、雑巾で拭き掃除したりしている。間違ってない。じゃあ、何が違うの？そう思いながら、さらに画面をスクロールしていると、ある講座のメッセージが目に留まったんです。お掃除の正しい方法を知って、まずは自分の家族を幸せにしましょう。正しいお掃除は家族を幸せにするの？掃除はきれいにするためのものじゃないの？私が探していたのはこれだ、と思いました。しかも、我が家から5分もかからない市民センターで先生の初級講座があり、受講できることになったんです。私は、神様がくれたチャンスに違いない、と大興奮でした。はじめの私のように、私は間違っていない、相手が間違っている、という一方的な視点で見ていると解決の糸口は見えず、どんどん追い込まれていきます。自分の視野が狭く、頑なになればなるほど、現実世界も狭く、頑なになり、動かなくなってしまうんです。でも、視野を広げてもう少し客観的に見てみると、私の言い分も間違ってないけど、相手の言い分にも何か意味があるんじゃないの？と思えてきます。自分のことは自分側の視点から感情的に見て、こんなことをされたと被害者意識を感じてしまいがちですが、視点を変えて視野を広げてみることで、あれ？もし相手にも言い分があるのだとしたら、私が気づくべきことは何だろうと新たな選択が見えてくるのです。使命を果たすときに人も物も輝く。そして心待ちにした講座当日、私は衝撃を受けました。本当に私の掃除のやり方は間違っていたのです。まず、掃除は畑から始めるということを教わったのですが、その時の私は一切畑を使わずに掃除していました。なんと、スタートから間違っていたのです。主人にも散々指摘されていた家中の埃を、私は濡れた雑巾で拭いていました。しかも、水拭きの後、空拭きをしていなかったので、また埃がこびりついたり、拭き跡が残って余計に汚いという悪循環を引き起こしていました。いやいやながらでも頑張って掃除していたのに、かえって汚していたんです。埃ははたきで払うと聞いて、我が家にレデッカーの立派なオーストリッチのはたきがあったことを思い出しました。早速そのはたきを使ってみると、本当にふわっと埃が払えます。すごい、これなら簡単に埃が払えると口にした瞬間、10年以上もほったらかしにしていたはたきが
とても喜んでいるように見えました。人と同じように物も自分の役割を果たすときにこんなにも喜びに満ちて輝くんだ。そんな嬉しそうな畑を見ながら今まで放っておいてごめんねと思うと同時に私はどうなんだろうと問いかけていました。私は喜びに満ちて輝いているかしら。みんなから応援されて自宅サロンをスタートし、初めは喜びでいっぱいでした。ありがたいことに9年間絶えることなくお客様に足を運んでいただき、主人とも理想の夫婦だと言われ、公私ともに満ち足りていたはずなのに、いつの間にか欠乏感を感じるようになっていました。もっと勉強して知識を増やさなきゃいけない。みんなの期待に応えられる自分にならなきゃいけない。失敗しちゃいけない。人に頼っちゃいけない。いつの間にか今の自分では足りないと思うようになり、喜びに満たされることはなくなっていました。嬉しそうに家中を舞う畑を見ながら、そもそも自分にとっての喜びが何なのかすらわからなくなっていたことに気づいて、呆然としたのです。掃除をすると見える世界が変わる。講座では、掃除は上から下へが基本だと教わりました。当たり前ですよね。下を掃除してから上のゴミやホコリが落ちてきたらまたやり直しですから、言われなくてもわかります。でも実際に上から下へ畑をかけようとすると、上ってどこからとなったのです。まずはテーブルからと手を伸ばしたら、あ、テーブルより上にかかっている絵からかな。さらにその上の壁や窓から、さらにその上には天井や電気があるけど、あれ、どこからするのと顔を上に向けて天井まで見上げたときにはっと気づいたんです。私は見えるものしか見ていなかった。私が見ていたものはほんの一部に過ぎなかった。私は普段見ている範囲でしか掃除していなかったんです。そこでふと気づき、台の上に乗って家の中をあちこち見て回りました。そう、30センチの身長差がある私と主人では、それぞれ見えるものが違ったのです。私には見えていない汚れを主人は毎日見ていたんだ。そう思いながら畑をかけ、拭き掃除も始めました。掃除していくと、今まで毎日見ていたはずの家が、なんだか全然違うものに見えてきて、一体私は今まで何を見ていたんだろうと思い始めました。そして、畑と同じように家が喜んでいるように感じたのです。家が喜んでいる。見た目が綺麗になるだけじゃなくて、家が力を取り戻して輝いていっている気がする。その瞬間、私はふと自分の内側に自分が戻ってきたような感覚になりました。今ここに自分がいるという感覚です。あれ？私、今ここに帰ってきた。何？この感覚。今まで私はどこにいたの？そうか、このことだったのか。主人が抜け殻が目の前にいると言ったのは、体はここにいるけれど、心がここにないというのは、目の前にあるものが見えていない、聞こえていない、気づいていないということだったんだ。私はまさに心ここにあらずだったんだ。家は私の鏡。掃除することでそう気づいた私は、もう涙が止まらなくなっていました。畑と雑巾を手に持ったまま、ワンワン泣きました。家に今までほったらかしにしてごめんねと言いながら掃除をしていると、実は家と同じく自分をほったらかしにしていたんだということにも気づきました。意識を向けて丁寧に向き合っていくことで家が喜びに満たされていくのがわかり、それと同時に自分自身の喜びもそこにあったからです。家が喜ぶと私も嬉しい。家が満たされると私の内側も満たされていく。家は私の鏡なんだ。家とつながることは自分自身とつながることなんだ。私は足りないと思ってその欠乏感を満たすために外へと向かっていったけれど、どこに行かなくても何も足さなくても、私はただ家の中で今あるものの中でこんなにも喜びを感じられるし満たされるのだと体感していきました。主人に掃除しろと言われていた時は、主人の機嫌を直すために掃除をしていました。でもこの時の私は主人の機嫌に関係なく
ただ家のことがしたくて仕方なかったのです。家と向き合うことで本当の自分を感じられ、家とつながることで喜びに満ちていくことが嬉しくて、自然と意識が向かい、体が動いていたのです。そうすると気がついたら、主人は仕事を辞めろとも、掃除をしろとも言わなくなり、いつの間にか機嫌も治っていました。そして私自身の心にも変化が起きました。主人に仕事を辞めろと言われたときは、仕事を辞めたら私が私じゃなくなってしまう。私の居場所はなくなってしまう。と恐怖を感じていました。でも掃除をし、家の中のものと一つ一つ向き合っていく中で、私に必要なものはすべて私の中にある。何も持たなくても、誰かに認めてもらわなくても、私はこんなにも満たされている。と無条件で感じられるようになり、何とも言えない安心感に包まれていったのです。そしてあれだけ拒み続けていたのに、何の抵抗もなくすんなりと今までしてきた仕事をすべて手放しました。もう主人はやめろと言わなくなっていたにもかかわらず、自ら進んで手放したのです。仕事を辞めたって私は何も失わないとお腹の底からそう思えたんです。心の在り方一つで掃除が変わる。なぜ私は掃除をすることでこんなにいろんなことに気づいていったのでしょうか。掃除をすると家の気の流れが良くなり、運気が上がるというのはよく耳にする言葉ですよね。でも、いいことが起こると期待して掃除したけれど、何も変わらなかったという方もいます。最初は正しい掃除の方法が気づきをもたらすのかもしれないと思っていましたが、同じ講座の生徒さんに同じように正しい掃除の仕方を伝えても、気づきや変化が起こる人とそうでない人がいることが分かってきたのです。その違いは何だと思いますか？それは無心になってやっているかどうかです。例えば、主人に掃除をしろと言われた当初の私は、とにかく主人の機嫌を直すことが目的の掃除でしたが、講座に通ってからの私は、とにかく学んだことを実践したくて、主人の機嫌が悪かったことなんてすっかり忘れて、掃除そのものに没頭していました。ただ、私がやりたいからやる。見返りを求めるのをやめ、ただ無心になって掃除していた時に、気がついたら、主人の機嫌も家の気もすっかり変わっていました。お釈迦様の7番目の弟子とされている首里判読は、このほうきで塵を払わん、垢を除かんと言いながら掃除をしなさいと言われ、その通りに来る日も来る日も無心になって掃除をしたそうです。無心で掃除を続けるうちに、塵や埃はあると思っているところだけでなく、思いもよらないところにあるのだな。いくら掃除をしてもまた汚れるように、人の心もまた同じなのだ、と気づき、悟りを開いたと言われています。お釈迦様は言われます。次々に何かを学び、たくさん覚えることで悟りが開かれるのではない。首里判読のように根気強く同じことを繰り返し続けることが大切なのだ。掃除だけでこのように悟りを開いたのだよ、と。そうか、瞑想だったのか。彼のように何の見返りも求めず、ただ目の前のことを無心になってやることで見えてくる世界があるんだ。それからは私がお伝えする掃除は動くおうち瞑想と呼んでいるんです。動くおうち瞑想。掃除と動くおうち瞑想は目的が違います。掃除とは塵や埃を吐いたり払ったりして取り除き、きれいにすること。一方、動くおうち瞑想は掃除という手段を使って自分の内側に意識を向けることです。つまり、掃除はきれいにすることが目的で、動くおうち瞑想は自分自身と向き合うことを目的としています。瞑想というと、姿勢を正して座り、目を閉じて呼吸を整える座法が一番に浮かぶかもしれません。私も何度かやってみたことがありますが、いざ目を閉じて座ると、意識があちこちに飛んで全然集中できません。瞑想がいかにいいものかは知っていても、残念ながら何度やってもコツがつかめないままでした。そんな私が夢中で掃除を始めたとき、無心状態になり、静かに内観できるようになっていったのです。首里判読が掃除で悟りを開いたように、じっと座って目をつぶっているだけが瞑想じゃない。そう思ったときに、ふと、ヨガが動く瞑想
と呼ばれていることを思い出しました。ヨガはただのストレッチや体操ではなく、アーサナと呼ばれるポーズに集中することで思考を止め、自分の体、そしてさらに心の内側へと意識を向けていく瞑想法の一つです。座法であれば呼吸、ヨガならアーサナ、動くおうち瞑想なら掃除と、何に意識を向けるかはそれぞれに違います。ただ共通するのは、それらが今の自分に意識を向けるツールの一つだということです。今この瞬間、たった一つのことに意識を集中させていくと、逆に意識は拡大し、俯瞰して自分を見られるようになります。今に集中したはずなのに、ある瞬間から過去、現在、未来という時間の感覚から解き放たれ、すべての時間がまるで今であるかのような不思議な感覚にもなっていきます。また、自分に集中したはずなのに、同じくある瞬間から自分と他人、それを取り巻く世界の境界がわからなくなり、すべてが自分の一部であるかのような感覚にもなるんです。家を通して本当の私と出会う。家と深く向き合うと、そこには思考の癖や思い込み、価値観、自分自身への評価など、あらゆるものが映し出されていることに気づかされます。例えば、私という木が生えているとしましょう。私にはできない、私には〇〇がない、といった思い込みは、知らず知らずのうちに私たちの潜在意識に入り込み、不安や恐れ、無力感や不信感という種をまいていきます。そして、その種が私たちの潜在意識にどんどん根を張り、わさわさと大きく育ちすぎてしまうと、不安や恐れ、無力感といった雑草に私という木が埋もれてしまって、いつしかどれが本当の自分なのかわからなくなってしまうのです。居心地の悪い雑然とした家は、まさにこの状態です。動くおうち瞑想をしたり、物を手放したりすることで、自分の庭に生えている必要のない木や雑草をどんどんと抜いていきましょう。そうしたら、こんなところに私という木があったんだ。雑草の一部だと思っていたけど、これが私だったんだ。と、今までわからなくなっていた本当の自分が見え始めます。そして雑草を抜いたことでちゃんと私に日が当たるようになります。自分の本音に耳を傾け、その願いを一つ一つ叶えていくことは、私という木に栄養や水をあげて育てていくことです。自分の心に寄り添い、それに応えていくことは、自分に愛を注ぐことであり、それによって私という木は安心、信頼、自己肯定感、喜びといった根っこをぐんぐんと張っていきます。安心や信頼が根っこにあるなら、そこから伸びる枝も葉も花も実も当然愛や喜びに満ちています。この庭は私自身を取り巻く世界そのものです。もし私の世界の中で私が埋もれて見えなくなっているのだとしたら、それを見つけ出さなくてはいけません。そして本当はちゃんと世界の中心にいるはずの私という木を探し出して愛を注いでいくのです。それが私が私らしく生きる第一歩だから。著者の考え方がしっかりとしているため、とにかく読み始めから読み終わりまでかなり深い内容がスッと入ってきました。なぜお掃除が自分自身を見つめることになるのかも順を追って丁寧に説明されており、著者の実体験からのエピソードも大変面白いため、ぐいぐい読めてしまいます。また、読んだ後の納得感もとても高いものでした。特にこれまでマインドフルネスや瞑想の本を読まれてきた方であれば、その知識でさらに楽しく読めるでしょうし、実生活における具体的なアクション事例として理解できると思います。何よりも読んだ後に自分のためのお掃除しよっかなと思わされました。具体的なお掃除のノウハウの本ではないと申し上げましたが、お掃除を通して自分を見つめる方法はたくさん載っています。あとは、こちらの本は Kindle Unlimited という Amazon の読み放題サービスに登録されているので、会員の方であれば無料で読めるというのもとってもおすすめのポイントです。今ここを大切にしたい方に、自分自身を見つめ直したい方に、お掃除のノウハウではなく、お掃除の意味を考えてみたい方に、おすすめの一冊ですので、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。
これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。